んちゃお、パイテンラひろみです。私は今ベトナムのハノイノイバイ空港に来ております。これからハノイの街を早速回っていこうと思うんですが、おお、すごいすごい車が。行きはですね、ベトナム航空のビジネスクラスで来させていただいたので、めちゃくちゃ快適でして、もう全然疲れてないから、ハノイに着いてから早速観光できちゃうぐらい、はい、そんな元気をもらってハノイにやってまいりました。まずはこのバスで皆さんと一緒に移動したいと思います。はい、お願いします。すごい面白いバスで、ここにねゴリラがいます。皆さん改めまして違います車内の Wi-Fi あります。ノイバイ空港から旧市街までは40キロぐらいあって、結構時間かかるんですね。1時間ぐらいかかるのでちょっと長いなって思うんですけど、外を見てみると今は結構なんて言うんだろう、落ち着いた街並みですけど、ここから川を隔てて、また住宅街を隔てて都会に行くっていう移り変わりが感じられるので、やっぱりね、景色を楽しんだら1時間なんてあっという間でした。ここは空港と街を結ぶ道だからかもしれないですけど、車がねめっちゃ多いんですよね。バイクが全然いない。それだけ車社会になってね、発展してきているのか、それとももともとちょっと車が多い道路なのかちょっとわからないんですけど、にしてもいつも絶対何台かはねバイクいるのに全然いないんですよね。かなり車が出てきてる感じがします。今旧市街に向かっているんですけど、今日これから巡る場所っていうのは旧市街の中の観光地になります。ハノイの巡る場所って結構ギュッとしてはいるんだけど、いろんな観光名所みたいなのがあって、どれに行けば迷う方とかは結構この辺を押さえておけばいいんじゃないかなというところを皆さんと一緒に巡っていきます。お、牛、違う、馬今回はこう余裕を持ちながら回れるみたいな感覚で回れるところかなと思っています。前はね結構もうすごい詰めましたよね。私もその次の日は結構ヘトヘトになったぐらいなんですけど、今日は緩やかに巡れるようなところかなと思います。あちらに見えるのがロンゲン橋です。空港から多分ちょっと東回りで来たのかな。ちょっとロンゲン橋をね見せてくださってるんだと思うんですけど、このね大きな本川にロンゲン橋、離れてみるとねすごい鉄骨感がすごくって、色がね歴史を感じる重厚感があるというか、古い感じがねまた味を出している感じがします。今日泊まるホテルに到着しました。わ、すごいかわいいちょっとフォトスポットみたいになってます。わあ、ラグジュアリー。シンチャオ。Xin chào, we'll say konnichiwa. こんにちは。はじめまして。はじめまして。ウェルカムドリンクとハスをいただきました。可愛いですね、これね、お花が。じゃん。すごい異国に来た、南国に来た感じのホテルです。はい、ここにねバーが、早速バーがあります。あ、冷たい。いただきます。マンゴー。ハス。私の今日のお部屋は10階です。こっち。わ、なんか内装すごい可愛い感じです。はい、こちらの1004のお部屋です。あれ、違うのかな。あ、すいま Let me have you. Let me have you. Okay, so the key, the arrow せん。up. あ、Okay, yes. so you put it in. あ、刺すんだ。あ、 And then- 刺すんだ。ありがとう。Thank you. That's はい、Thank you. right. Thank you. はい、今日のお部屋はこちらです。
真ん中に大きなベッドがドドンとありまして、こっちには鏡台みたいなのがあります。お、こっちになんとウェルカムフルーツかなが置いてあります。バナナとみかんで、こっちは荷物置くところとか、ここには飲み物類が用意されています。これはね、食べたらお金払う形式ですね。電気ポットと冷蔵庫がありまして、こちらにバスローブがある。バスローブ、Thank you Thank you ありがとうございます。荷物が届きました。4つ星ホテルとかになるとバスローブあるとこあると思うんですけど、私はあんまり着ないんですけど、あるとね嬉しくなりますよね。金庫がありまして、こっちに大きなテレビもあります。そしてお手洗いと洗面台もいろいろありましてのシャワーとなります。ここにね、ここにも窓ありますけど、10階だから結構高いですね。景色がいいです。で、こっちにもねここにも中庭みたいなところがあります。そんな感じで今日のホテルに着きました。で、今日のホテルの名前はですね、このホテルドゥラックというところです。湖の近くっていう意味のフランス語だそうです。まさにね、ホアンキエム湖の近くの場所なので、しかもなんか雰囲気もあって、ホテルのネーミングが素敵だなと思いました。整理整頓をしていたら、あっという間に次の集合の時間になりました。今いるホテルはですね、ホアンキエム湖の西側にいます。この西とかこの北ら辺を旧市街っていうんですけど、ここは本当に街歩きしたら楽しいところです。ホテルから割と歩いてすぐのところにハノイ大教会があるので、これから皆さんと行きたいと思います。いやー、外に出たらめっちゃ暑いです。今9月なんですけど、9月のハノイはまだまだ暑いですね。もうこの熱気がベトナム来たっていう感じがして、ちょっとスーパーが開いた時のスーパーの香りとか、このね香り、この香りまでぜひこの動画でねお届けしたいなと思うんですけど、いやー、このムシムシした感じがね逆にいい。ベトナムにももちろん歩道はあるんですけど、バイクがいっぱいいるとこだと歩道が歩けなかったりするので、そういう時はね車道を歩かなければいけません。もうそういう時は今ねバイクがいっぱいいると思いますが、このバイクの人たちとぶつからないように気をつけることと、あと荷物とかもね一応気をつけて歩きましょう。目の前に見えてきたハノイ大教会で、ここの教会の近くにですねスタバがありまして、このスタバロースタリーのねスタバなんですよね。逆光のハノイ大教会これも素敵。ハノイ大教会にやってきました。ここは1886年にできたカトリック教会です。この2つポンポンと、ちょっと見えるかな、屋根みたいに尖っている尖塔があるんですね。これがネオゴシック建築と言われるもので、とても美しいですよね。このマットな質感、グレーとこの黒っぽい感じの色が剥げたんじゃないかなって一瞬思うんですけど、そうじゃない質感がねすっごい素敵です。私はカトリック教ではないんですが、なんかねパワーを感じる、すごいスピリチュアルを感じるところです。ここにねシクロおじちゃんがいて、このシクラに乗って撮る写真もねすごい映えて、4時の鐘だ、ミサに行かなきゃみたいな感じになりますね。最近知ったんですけど、この大教会はもともと仏教
の寺院の跡地にできたそうです。で、なんか宗教変わっちゃったっていう感じですけど、その跡地にこの教会できて、でこの形のネオゴシック建築になったのは1900年を過ぎてからっていうものなので、もともとの形はちょっと違ったみたいです。増築っていうか改築してこの形になったっていうのをね知って、いろんな歴史が積み重なっていってるんだなっていうのを改めて思いました。ちょっと保安系向こうの方まで移動してきまして、これからこのシクロに乗ります。Come on! よいしょ。お、Xin chào. Xin chào. Không ngồi ấy. あ、みんな進んだ。わーい、シクロー。はい、皆さん一緒に進み始めました。気持ちいいね。やっぱりシクロは気持ちいい。Xin chào. Thank you. Anh tên là gì? Kiều. Teo. Teo. Anh Teo. Em tên là gì? À, tôi tên là Hiromi. Hiromi. Yeah. Tôi thích xích-lô. Khi tôi đi Hà Nội, tôi luôn luôn lên xích-lô. Tôi đi xích-lô. Tôi đi xích-lô. Phố cổ Hà Nội. Phố cổ Hà Nội. Đẹp lắm. 何最後。Good. いやー気持ちいい。Hồ Gươm. Hoàn Kiếm, Hồ Hoàn Kiếm. Người Việt Nam thích Hồ Hoàn Kiếm. Mọi người Việt Nam nói với bạn. いいね、やっぱりシクロはいいですね。ハノイ来るたびに私シクロ乗ってる気がするんですけど、やっぱり1ハノイ1シクロって感じ。それぐらいシクロは毎回1回は必ず行ってほしい、乗ってほしい乗り物です。シクロはねすごい面白くてですね、ハノイのシクロは結構自転車っぽいじゃないですか、この漕いでるものが。でニャチャンとか行くと電飾があって、しかも多分ね電動自転車みたいな感じになってるんですよね。でめちゃくちゃ速い。でシクロのおじさんも多分ね漕いでないんじゃないかなっていう、手で操作してるんじゃないかなっていうぐらい電動だから楽々な感じ。でもこのハノイの旧市街とかを回ってもらいながら、このおじさんのね足こうやって一生懸命漕いでくれるっていう中で巡れるっていうのが、シクロに乗ることもそうだけどおじさんと一緒に楽しんでるっていうのを感じられるのがハノイのシクロの魅力なんじゃないかなと私思ってます。ここのホアンキエ向こうはベトナム人の方の憩いの場みたいなところで、ちょっと開放的な感じ、生ぬるい風なんだけど開放的にみんな食べるみたいな感じの場所です。でこのホアンキエ向こうの周りは確か週末になると歩行者天国になるんじゃなかったかなと思うんですけど、だから週末の夜とか行ったら結構ワイワイにぎわってるんじゃないかなと思います。何？あれいつも気になるんですけど、chúng tôi có thể điボイここから旧市街の街並みの中に入っていきます。このねごちゃごちゃしたって言ったらちょっと言い方悪いかもしれんけど、でもごちゃごちゃっていうのがねすごい適してる、いい意味でね。そんな街並みをシクロで回れるのはねとっても楽しいし、ちょっと歩きにくいっていう人はシクロだとね全体見て回ることができるので、シクロはやっぱり乗らにゃあかん。本当面白いよね。なんで同じお店が並んでるんだろうとか、なんでここのお店たち全部同じもの並べてんだろうとか、専門街が並ぶっていう名残もあると思うんですけど、そういう光景がね綺麗なんですよね。バラバラしてるように見えて意外と統一感がある。で観光地でもありながら住んでる人たちがたくさんいる街なので、そんなちょっと暮らしが垣間見えるっていうのがこの旧市街を見てて面白いところだなと思います。バイクで通学してる。お線香の香り、ドリアン売ってる。
龍眼だ。靴屋さん。どうしたのこのバイク。忘れてっちゃった。これは初めて見た。段ボール屋さん。そんなことないか、在庫かな。めっちゃ美味しそうな匂い。焼き鳥かな。ここの通りは私ね、ハノイに行く方にはぜひ覚えてってほしい通りなんですけど、このクイって曲がったところは両替屋さんがいっぱいある通りです。で、両替できるところはちょくちょくあると思うんですけど、本当にあと100円しかない、200円しかないっていう時に結構見つかんなかったりするので、この通りを覚えていればちょっとね、バイクタクシーとかで来て両替なんてこともできるので、この辺はチェックしておいたらいいかなと思います。ハーチュン通りというところです。バイク製品なのかな、革製品みたいなのが結構いっぱい売られてる通りで、ここの通りに来ても両替屋さん、あれどこかなって一瞬なりかねますが、エクスチェンジをぜひ探してみてください。ここで一旦降ります。よいしょ。電飾綺麗。ちょっとうちの電球もこれに変えたいぐらいとっても綺麗です。で、この電飾通りを越えたところに線路がありまして、ここがトレインストリートです。私も何度も来たところなんですけど、こっち側入るのは初めてです。トレインストリートに入りました。ここにね、線路がありまして、現役の鉄道が走る線路になっています。で、民家とかお店の中、もともと民家の中、その中を線路が通って、それでカフェとかみんながやってて、こう観光地みたいになっているところです。でもちょっと危なかったりして、貴族がこう守らなかった人がいたりとか、鉄道にぶつかる人がいたりとかして閉鎖になったり、でもまたしれっと始まったりっていうのが繰り返されて、今はね、もう観光客の方もたくさんいらしてますし、なんか盛り上がってる感じがします。いやー、めっちゃいいですね。360度どこを撮ってもめっちゃいい。はい、ありがとうございます。はい、おお、ソーホットエッグコーヒー。人の家の前です。こんなエッグコーヒーをいただきます。このエッグコーヒーは目の前にあるとってもおしゃれな電飾と国旗のお店で、はい、注文しました。エッグコーヒーはまずこの上のね、エッグクリームを、ふわふわ、あ、めっちゃ軽いけどふわふわ、でもちょっとさらっとしてる感じの軽さのエッグコーヒーです。このクリームをまず一口。マシュマロみたい。めっちゃマシュマロみたい。メレンゲの甘さみたいなのがね、ズドンときます。色もちょっと白っぽいから砂糖っぽい感じなのかなっていう感じなんですけど、美味しい。糖分補給で、この上のクリームと下のベトナムコーヒーをしっかり混ぜます。ほぼエッグクリーム。いただきます。でもめっちゃコーヒーの香りする。コーヒーのいいところがすごい出てきてくれてる感じで、ベトナムコーヒー特有の苦さがあんまり感じられないんだけど、すごくベトナムコーヒーらしい感じのエッグコーヒーです。めっちゃ飲みやすいと思います。いやー、トレインストリートはね、いつ来てもいいですね。なかなか空いてない時期も、立ち入り禁止みたいな時期もたまにあると思うんですけど、ぜひ空いてたら皆さんも来てみてください。そしてせっかくなので、さっき写真も撮ってもらいました。こんな感じです。前来た時と同じ格好ですが、リプライズということで。ロンビエン橋のあたりまでやってきました。あそこがロンビエン橋の入り口なんですけど、
今退勤ラッシュでいっぱいバイクの方がいらっしゃいます。すごいね、みんなバイク。私も乗りたいな。ここがロンビエンですね。ロンビエン駅。こっち側から橋に向かって歩けるみたいです。私が前ビクビクしてたのあの辺視聴者さんのコメントでいただいたんですけど、ベトナムって右側通行なのにロンビエン橋だけ左側だねっていう風にいただいて、あ、本当だと。なんでここだけ左側なんだろう。みんなと一緒だったら怖くないと思うのでちょっと進んでみます。すごい、ここの下がねスケ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 なの。本当すごい。この鉄柵っていうのかな、柱がすごいね、時代を感じる。錆びてるんですけど、なぜかあそこの腰から下ぐらいは割と綺麗なんですよね。何回もね、政府からはゴレキ物質で新しく作りましょうと言ってたのに、歴史あるからこれで残っておいてと話はね。この夕日と鉄の錆とバイクが帰ってくる様がね、めちゃくちゃマッチしてベトナムを物語ってる気がします。めっちゃ綺麗です。私結構怖がってたんですけどちょっとね、足がこんな感じなのでちょっと怖いなと思って前バイクタクシーで行ったんですけど、これぐらいまでだったら下川じゃないし、この辺りちょっとこう建物がある辺りの横ぐらいだったら50メートルぐらいだったら怖くなく歩けるんじゃないかなと思います。めっちゃパイナップルある。豊作すごいね。パイナップルの季節なのかな。大丈夫とか言いつつ後ろも前も人いなくなったらちょっと怖いがロンビエンに戻ってきました。ちょうど鉄道が着きましたね。お、すごい馬力の音を出してます。かっこいい、かっこいい。運転席めっちゃ高い位置にある。ちょっとロンビエン駅の中も覗いてみましょう。すごいたくさんの人が待ってます。古き良きっていう感じですね。今日の夕食はこちらです。マザーズキッチン。すごい雰囲気ありますね。入りましょう。おー、かわいいお部屋。Thank you。おー、ウォーターメロンジュース。エビとマッシュルームのスープなのになんかコーンスープみたいな感じの甘みがあってめっちゃ美味しい。ベトナム人はみんな国家主席でも首相でもみんな下の名前で名字読んだら呼び捨てで呼び捨てからすごく捨てそうなんですね。最後のちょっと守ってくれる。その話と実際はあちこちで何が出てくるかさ、古い中が実際芸能者。マンゴー来た。トイティ？ソワイ。マンゴー。大好きなマンゴージュース。めっちゃ美味しい。美味しい夕飯をいただきまして、ホテルまでゆっくりと歩いて帰ってます。ここがドンスアン市場。大きい。平日だけどナイトマーケットもやってます。毎日やってんのかな。やっぱり市場の近くはね、めっちゃ賑わってて、結構まだね交通量が多い夜8時ぐらいなんですけど、ここに来るとね結構多いです。スーツケースとか売ってる。サングラス。せんちゃん、すごい靴下。何でも買えちゃうね。あー、せんちゃん、デドンデドン。
あ、いい匂いしてきた。ほんと毎日がお祭りみたいな場所。本当お祭り。せっかくなのでハノイの夜の繁華街といえば大ヒエン通りです。あ、なんかちょっとランタンで雰囲気出てる。こんなんだっけ。すごい今日雰囲気出てる気がします。いいね、ノリノリなミュージック。お部屋に戻ってきました。今日は2時にノイバイ空港を着して、それから割と短い時間だったんですが、シクロも使って効率的に観光をすることができました。本当に帰り道を歩いていても歩いてるだけで楽しい街、それが私はハノイ旧市街だなと思うので、いっぱい観光して美味しいもの食べて、そして街を歩きながらホテルに帰るというとてもいい一日となりました。で、今回こちらのホテルには2泊させていただくんですけど、明日はハノイではなくハロンの方に向かいます。なのでこの旅でのハノイは今日だけという感じなんですが、次回はハロンの旅をどうぞお楽しみください。明日ハロンに行くということはめちゃくちゃ早起きなので、はい、今日はゆっくり寝たいと思います。最後まで動画を見てくださってどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガップラーイ。